ありがとう。Thank you。すみません。どうも。ありがたい。ハロー、こんにちは。大家好。なるです。髪型を変えたら雰囲気も変わってしまいましたが、なるです。今回のテーマ、ありがとう。この日本語は聞いたことがありますね。このありがとう、他にもいろんな言い方があります。今回は日本語ネイティブの私が日常でよく使うありがとうの言い方をいくつか紹介します。ビジネスやメールで使うちょっと硬いありがとうの言い方もあるんですが、今回は省略します。日常で使うありがとう、皆さんはいくつ知っていますか？それではスタート。もしこの動画が早い、遅いと感じる人は YouTube の設定から速度を変更することができます。調整して聞いてください。一つ目、ありがとう。これが多分一番有名な言い方ですよね。中国語のシェシェ、英語だったら Thanks に近い日本語です。このありがとうはカジュアルな言い方なので、友達や家族、自分より下の人に言いたい時に使います。自分より年齢が上、立場が上の人、初めて会う人には基本的には使えません。台湾の人の YouTube でよくありがとうという文字を見ます。私の学生さんでも時々ありがとうと書いている人がいるんですが、正しい日本語はありがとうです。濁点の位置に気をつけてください。そしてもう少しカジュアルな場面でありがとうということもあります。ありがとうの一番後ろのうを省略した形です。ありがとう。これは中国語のシェラ、英語の Thanks に近いイメージです。具体的な内容と一緒にありがとうを言いたいときは、動詞手形、くれてありがとう。この文法を使うといいです。例えば、謝謝に帮忙、Thank you for your help。手伝ってくれてありがとう。謝謝に来、Thank you for coming。来てくれてありがとう。こんな風に伝えるといいです。ちなみにこのありがとう、いろいろアレンジすることができて、後ろのガトーを省略してあり。他にはありがちょん、ありがちょ、ありがちゅ。こんな風に言うこともできます。これは本当にネイティブ同士にしか伝わらない砕けたアレンジです。このアレンジした言い方は軽くありがとうと言いたいときに使うので、本当に感謝したいとき、本当にありがとうの気持ちを伝えたいときは使えません。私小さい時、だいたい小学生か中学生の頃、友達や家族にありがちょんまげとよく言っていました。皆さん、ちょんまげはわかりますか？ちょんまげ。お侍さんの髪型。ここにあるあの髪の毛。あれをちょんまげと言います。私普段からありがとうをアレンジして言うことが多いんですが、その時アレンジしすぎて母に一回ありがを省略してちょんまげとだけ言ったんですよ。私の中ではありがとうと言っている気持ちでちょんまげと言ったんですよ。でも普通日本人でもちょんまげ何となりますね。そう、母もやっぱりわからなかったみたいで、何言ってるのみたいな顔をされたのを覚えています。アレンジのしすぎは良くないですね。この言い方は覚えなくていいです。では練習しましょう。ありがとう。手伝ってくれてありがとう。来てくれてありがとう。OK ですか？二つ目、ありがとうございます。ありがとうございました。これは中国語のシェシェに、英語の Thank you に近いイメージです。丁寧な言い方です。年齢、立場が上の人、初めて会う人、店員さんなどに対して使います。よくありがとうございますとありがとうございましたの違いは何ですかと聞かれます。これは後ろが過去形になっていますね。ですからもう終わったこと、完了したことに対して使います。
例えば、昨日先輩にラーメンか何かをおごってもらいました。次の日、先輩に会ったら、先輩、昨日はありがとうございました。とお礼を言います。昨日はもう終わったこと、完了したことなので、ありがとうございました。過去形を使うことができます。このありがとうございました。使う場面をちょっと間違えると、相手に寂しい思いをさせてしまうので、気をつけてください。例えば私と学生さんのエピソードなんですが、体験授業が終わった後、ありがとうございました。このメッセージが来ると、私の授業は受けないという意味ですか？私たちの関係性は終わってしまいましたか？こういうイメージを持ってしまいます。今日の体験授業ありがとうございました。こういうふうにもう終わったことの名詞や動詞、動作と一緒に使うなら大丈夫なんですが、ありがとうございましただけでは私たちの関係性がもう終わってしまったように聞こえます。これからも継続する関係性、継続したい関係性や、これからも続く動作の場合はありがとうございますを使った方がいいです。それでは練習しましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。OK ですか？どんどん紹介していきます。3つ目、Thank you。これは英語の Thank you から来ています。中国語にも Thank you という言い方がありますよね。それに近いイメージです。この言葉、日本ではすごくカジュアルな言い方なので、友達や家族にしか使うことができません。さっき紹介したありがとうのアレンジされた言い方と同じで、あまりありがとうの気持ちがこもっていないので、使う場面には気をつけてください。練習しましょう。Thank you。完璧です。4つ目、すみません。直訳すると中国語の不好意思、英語の I'm sorry, excuse me という意味ですが、日本ではありがとうと言いたい時にも使うことができます。でもこれは家族や友達には使いません。例えば道で知らない人に写真の撮影をお願いするとき、相手から写真を撮りましょうかと言われたとき、いいんですか？すみません。と返すことがあります。迷惑をかけてすみません。私のために時間を使っていただいてすみません。イコールありがとうございます。ありがとうの気持ちプラス迷惑をかけて申し訳ない気持ちがあるときはすみません。これを使っても大丈夫です。練習しましょう。すみません。大丈夫ですか？5つ目、どうも。これも友達や家族に使うことは少ないです。関係性が遠い人、店員さんや道で会っただけの人に使うことが多いです。例えば、レストランで店員さんがお水いかがですかと聞いてきたら、どうもと答えます。道で知らない人に荷物持ちましょうかと声をかけられたら、すみません、どうも、などと答えてもいいです。こんな風にさっき紹介したすみませんと一緒に使うのもいいと思います。練習しましょう。どうも。完璧ですね。6つ目、どうもありがとう。本当にありがとう。どうもありがとうございます。本当にありがとうございます。中国語の非常感謝、真的謝謝你。英語の Thank you very much, Thank you so much に近いイメージです。ありがとう、ありがとうございますの前にどうもや本当にをつけます。ありがとうの気持ちをもっと伝えたいとき、強調したいときに使います。練習しましょう。どうもありがとう。本当にありがとう。どうもありがとうございます。本当にありがとうございます。
完璧ですね。7つ目、ありがたい、ありがたいです。何かを手伝ってもらったり、お願いを聞いてもらった時に使います。あなたからいいことをしてもらって、私は本当に幸せです。本当に嬉しいです。という気持ちを表現できます。私は話す時より LINE のメッセージで使うことが多いです。例えば母から今度お米送るね。他に欲しいものある？というメッセージが来たら、ありがたい。じゃあ私の部屋の服も一緒に送ってほしい。こんな風に返信をします。ちなみにこのありがたいは他にも意味があって、こうだったら嬉しい。こうだったら都合がいいと言いたい時にも使うことができます。例えば友達から来週の日曜日何時に会う？というメッセージが来たとしたら、私は午前中は用事があるから午後からだとありがたいんだけど、そっちは何時がいい？などと返信をします。ありがたいは2つ意味があるので気をつけてください。それでは練習しましょう。ありがたい。ありがたいです。OK ですか？ 8 つ目、感謝。感謝です。感謝します。中国語の感謝に、英語の I appreciate it に近いイメージです。ありがとうと比べたら少しフォーマルな言い方になるんですが、日常会話でも使うことができます。ありがとう、感謝。本当に感謝です。本当にいつもありがとう、感謝してる。こんな風に使います。これよりもありがとうの気持ちを強調したいときは、感謝しかない。感謝しかありません。こういう言葉も使うことができます。感謝しかないは、感謝、この感情しかありません。感謝、この言葉以外見つかりません。その他、もう言い方がわかりません。と言いたいときに使います。それでは練習しましょう。感謝。感謝です。感謝しています。感謝しかありません。OK ですか？最後です。最後は今まで紹介したありがとうとはちょっと違うんですが、これもよく使うので紹介させてください。ごちそうさまでした。この日本語聞いたことがある人もいると思います。この日本語翻訳が難しいんですが、無理やり翻訳するなら中国語の我吃饱了、谢谢、谢谢你的招待、英語の Thank you for the meal に近いかなと思います。これはご飯屋さんでお会計が終わった後、店員さんに言ったり、誰かにおごってもらった時に言ったりする日本語です。美味しいご飯をありがとうございました。お金を出してくれてありがとうございました。そういう気持ちを表現したい時に使います。この言葉が使える場面はちょっと限られているんですが、一応ありがとうを伝えたい時に使う日本語です。これは私が台湾にいた時のエピソードなんですが、台湾人の友達と、あとそのお母さん、お父さん、家族とご飯を一緒に食べる機会があって、お母さん、お父さんにおごってもらったんですよ。でその時、感謝の気持ちを伝えたい時に、谢谢谢谢。あ、真的吗？可以吗？あ、谢谢谢谢。不好意思。谢谢谢謝谢謝谢謝。谢謝しか言葉はないのか。他にありがとうを表せる言葉はないのか。と、もやもやした記憶があります。日本語だったら、あ、すみません。本当にありがとうございます。ごちそうさまです。あ、本当に申し訳ないです。ごちそうさまです。と、いろんな言葉を一緒に伝えるので、その感覚に慣れてる私からしたら、シェ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 、シェ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 、シェ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 、シェシェだけ？これしか伝えられないの？この言葉だけでしか伝えられないの？という気持ちがあって、すごくモヤモヤしました。日本語を勉強している方、ぜひこのごちそうさまも使えるように覚えておいてください。では練習しましょう。ごちそうさまでした。完璧です。
今回の動画どうでしたか？ありがとう、ありがとうございますだけでもいいんですが、ぜひレパートリーを増やして日本人のように日本語が使えるように頑張りましょう。場面によって使い分けてみてください。今回の動画役に立ったよと思った人はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録も待ってます。それでは今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で。じゃあね。見てくれてありがとう。小学生の時、アリが10匹ありがとうという言葉が流行っていました。皆さん意味がわかりますか？アリが10匹ありがとう。ありがとう。ありがとう。